おはいえなし。この動画はアークナイツエンドフィールド大好きでも修正工業だるという方向けに1ミリも考えずに修正工業を乗り切ってもらうための動画です。巷でとりあえずこの図面という動画は多いんですが、ストーリーを進め切った後の最終図面しか載せていないことが多いので、この動画では修正工業システム開放から4号家地クリアしきるまでの流れで全部解説します。動画の構成としては修正工業システムの概要&乗り切るための基本方針で計3分、残り時間全部具体的な手順、この2本立てで参ります。マジでもう結論だけ教えろって方は手順だけ見るでも大丈夫です。早速本編どうぞ。まずはおさらいと方針の共有。修正工業システムとは一言で言うと、全自動素材集め製品作りシステムです。自分が手作業で製品を作るのではなく、石を採掘するマシンや加工するマシンを置いたり、それらをベルトコンベヤーでつなぐことで全自動で製品を作る生産ラインを構築します。作った製品は地域建設の拠点管理で売ることで、徐々に溜まっていく拠点取引権をかっぱらうことができ、その拠点取引権を使ってガチャ用アイテムやらガチャチケットとか武器とか成長素材とか、オペレーターへのプレゼント用アイテムとかいろんなアイテムを手に入れられます。なのでここ上徐々に溜まっていく拠点取引権を溢れさせずにかっぱらい続けられるぐらい製品をたくさん作れるようにするっていうのが修正工業システムの目標になります。概要は以上。続いて基本方針の共有。この動画は簡単に全振りしてます。巷では最高効率を追求して地域建設レベルいくつが前提やら計算し尽くされたみっちみちの図面が溢れてますが、修正工業アレルギー持ちの方まであれに向き合う必要はありません。なぜなら理由は2つ。1つ目、さっき言った通り結局地域建設上にちょろちょろ溜まっていく拠点取引権を上回る量の製品さえ作ればいいわけで、それ以上効率的に製品を作る必要がないから。2つ目、拠点取引権を他のアイテムに交換する時のレートが後半ゴミカスだからです。例え話なんですが、4000円握って八百屋に行った時、いちご1パック250円で売ってたとします。安っ、4000円あれば16パックも買えるじゃんと思って買い占めしようとしたら、250円で売ってくれるのは累計4パックまでで、5パック目以降は1パック2500円に値上げ、さらに累計26パック目以降は1パック5000円に値上げするそうです。だから手持ち4000円だと5パックしか買えませんねって言われて、もっと金稼がなきゃってなりますか？私なら安く買える4パック分買えればいいっすってなっちゃいます。それと同じで、確かに拠点取引権は無限と言っていいほど使い道があって、特に武器や防具強化の際に湯水のごとく使うんですが、ただ何個か交換した後はレートが鬼悪くなるのと、あと詳細は割愛するんですけど、このアイテム武器や防具を強化するアイテムじゃなくて、武器や防具を強化するかもしれないガチャアイテムなので、運が良ければこのアイテムほとんどいらないですし、逆に運が悪いとどれだけ使っても強化しません。そんなわけで前提条件をいろいろクリアしていろんな図面使っていろんなエリアに貼り付けても、結局取引権が得られる量には上限があるし、多少取引権を得る効率に差が出ようが、得られるアイテムはくじ引きアイテムかつ交換レート激悪なので、取引権の量がキャラの強さに直結しにくい。だから修正工業が苦手な人までみっちみちの図面を解読、そして活用しようとしなくてもいいという理屈です。今回ご紹介する手順も効率名は2の次というか5の次ぐらいなので、知ってる人が見ると色々口出したくなる手順でしょうけど、その代わり超簡単、楽ちん、1ミリも考えないに特化してるので、この手順でぜひ乗り切ってください。で、もしもっと効率化を目指したいとか難しさ感じてきたら、ご自身の手でいろんな情報を調べてもらえれば幸いです。前置き長くなりましたが、方針の共有以上です。では早速手順の説明です。補足訂正があれば概要欄に追記するので、そちらもご確認ください。まず最序盤ですが、最初のボス戦まではメインクエ上のチュートリアルを進めるだけで、それも最低限進めるだけで OK です。例えばあるタイミングで携帯式最高機を鉱石スポットの上に置いて原石鉱物を採取して、その原石鉱物から結晶外核を作るシーンがあります。この時点でその気になれば原石鉱物から無限に結晶外核作れますが、メインクエで求められている以上の数は作らなくて OK です。またあるタイミングでベルトコンベヤーが開放されて、今度は全自動で結晶外核が作れるようになりますが、これも必要とされる分だけ作れば OK です。直後地域建設の仮設居住地が開放され、かっぱらう対象である家賃取引権が蓄積し始めますが、現時点ではまだかっぱらおうとしなくて OK です。ただ1個だけ画面左下からオペレーターの派遣だけやっておきましょう。家賃取引権の獲得スピードが上がるためです。複数黄色くなってるキャラがいればそれ選べば OK です。派遣言うても使えなくなるわけではないので安心。では最初のボス戦まで進めてください。ロダン線をクリアすると強約測定装置というバルーンの破壊が解放されます。これを破壊すると修正工業で使えるマシンの種類が増えます。で、もう少し進めると原石鉱物と支障鉱物の採掘スポット1箇所ずつに電動最高機を置くチュートリアルがあって、全自動で原石鉱物と支障鉱物を取れるようになります。で、さらにもう少し進めると支障部品を10個作ってアンドレに納品することになると思います。納品完了後も支障部品を作る生産ラインはそのまま放置しておきましょう。というのも後で支障部品をそこそこ消費
止するので勝手に生産されるようほったらかしておきましょう。で、ここで一旦メインクエストップ。修正工業が嫌いな方でも今からお話しする2つの作業と向き合いましょう。1つ目、マップ上にあるさっき解放されたバルーンは全部破壊しましょう。マップ上このマークがついてるところにバルーンがあります。ロダンをクリアした時点でいろんなところにバルーンがあるかと思いますが、どうせいつか割らなきゃいけないので今の時点で割れるところは全部割りに行きましょう。以降ストーリー進める道中もバルーンがあれば全部破壊しましょう。作業2つ目、先ほど2箇所置いたのと同じように密集鉱物スポット上全部電動最高機を稼働させましょう。マップ上このマークがついてるとこに密集鉱物スポットがあります。ではさっきチュートリアルでやったばっかかと思いますが、電動最高機を稼働させる手順のおさらいです。電動最高機を稼働させるには強薬コアから密集鉱物スポットの間を中継タワー中継タワー中継タワーと置いていって、密集鉱物スポット近くに送電スタンドを置いてそれらをケーブルで繋いだ後、密集鉱物スポットに電動最高機を置くことで電気が通って稼働します。間をつなぐケーブルは作成不要なんですけれども、中継タワーと送電スタンドと電動最高機は別途作る必要があるので作りましょう。で、それらを作るためには原石鉱物と原石鉱物から作る結晶外核というさっきチュートリで作ったアイテムが大量に必要になるので用意するんですけれども、両方とも勝手に溜まってるはずです。というのも原石鉱物については今しがた無限に取れるようになったかと思うのでほったらかせば溜まります。一方結晶外核については少し前に八千道路のサブ強薬コアのチュートリアルで原石鉱物から結晶外核を作る一式を作って放置していたはずです。原石鉱物が全自動で溜まっているとここの一式が勝手に稼働して勝手に結晶外核も溜まっているはずです。というわけで原石鉱物も結晶外核も今ある程度溜まっているはずなので各種マシンを作っていきましょう。まずは携帯最高機ざっと50個ほど作ります。作り方のおさらい。ここからはキーボードベースで操作方法をご説明します。まず画面左上を工業にします。今探索になってるんだったらタブキーで工業に変えましょう。続いて Z キーで設備一覧携帯式最高機設備製造を選択します。結晶外核5個で携帯式最高機を1つ作れるらしいので製造数を50個にして製造開始。続いて電動最高機を選択し今しがた作った携帯式最高機などをインプットにまた50個作成。続いて送電スタンドを作成。これも一旦50個ぐらい。最後に中継タワーを作成。これはめっちゃ数が必要なので結晶外核あるだけ全部作っちゃいましょう。これでもどうせ後で足りなくなるので足りなくなり次第今説明した方法で作りましょう。もろもろの装置を作ったらホットバーに装置を登録します。どこだっていいんですけれども中継タワーを1、送電スタンドを2、電動最高機を3に置きましょう。で、先ほどお話しした通り各種密集鉱物スポットに電動最高機を置いていきます。チュートリでやりましたがおさらいすると、まず強薬コアに近づいて F キーで接続開始。密集鉱物スポットめがけてケーブルを伸ばします。できるだけまっすぐ伸ばしていきましょう。80メートル近くになったところで1キーを押して中継タワーを呼び出し、適当に置けるところを選択してクリックするとそこにタワーが設置されるのでケーブルの長さの範囲内で近づき F キーを押すと接続完了します。もしケーブルの範囲外に中継タワーを置いてしまったら左上工業モードにした後 X キーで収納モードを選択し間違えて置いた中継タワーに近づいて F キーを押すと撤去できるので改めてケーブルの範囲内に置き直しましょう。これを密集鉱物スポット近くまで繰り返します。あともチュートリの通り密集鉱物スポットの近くでは中継タワーの代わりに送電スタンドを置きスポットの上に電動最高機を置けば無事に石の採取が始まります。なお中継タワーと送電スタンドはどれだけ置いても電力はかかりません。なのでできるだけ少なく置こうとしなきゃとか考えなくて OK です。また電力の供給元である強薬コアは中枢エリアにあるメインの強薬コアから引っ張ってきてもいいですしサブの強薬コアから引っ張ってきても OK です。メインの強薬コアからケーブル引っ張りまくって別のエリアに電気を通すことも可能です。なんだっていいのでとにかく現時点でいけるマップ中のバルーンを全部ぶっ壊す。あとマップ中の密集鉱物スポットから石を取る。この2つをやりきりましょう。でこの潰し込みをやる間に2種類ほど植物を採取しましょう。1つは強化。メインクエやってる間に手に入ってるはずですが5個ぐらい欲しい。もし持ってない場合はこの辺にあるので取ってきましょう。もう1つはアケトン樹木。ここから取ってきましょう。5個ぐらいしかないかもしれませんが十分です。ちなみに初回はサブ強薬コア側からしか行けないので注意しましょう。では頑張ってもろもろ作業お願いします。バルーン破壊、密集鉱物スポットの採掘機稼働、強化、アケトン樹木の採取。これらが終わったらいよいよ最初のほったらかし生産ラインの作成です。まずバルーンを破壊したことによって基礎工業ポイントが溜まってるはずなので戦闘サポート列より左側に対して電力輸送以外全部取得すれば OK です。少し余るはずなので1ポイント残して戦闘サポート列より右側の探索サポートを適当に取りましょう。ただし野外貯蔵技術は絶対取りましょう。続いて訳あって単塊という製品を20個作る必要があるので作ります。作り方
方ですが、まず中枢エリアの修正工業エリア内に行き、キャップスロックキーを押して見下ろし視点にします。基本的に修正工業エリア内はこの見下ろし視点が圧倒的に便利なので、今のうちに慣れましょう。そしたら F1 キーで図面、共有図面、インポートを選択し、概要欄記載の1の図面コードをコピペします。そうすると単回作成用という図面が追加されるので、図面適用を選択。私が作った図面を貼り付けられるので、精錬炉の先が強約コアの搬入口になるよう位置調整して確定させます。栽培機2つと採取機1つは基礎工業計画の栽培を開放した時に獲得しているはずなので、ここでは何事もなく設置できるはずです。設置できたら採取機を選択し、道具箱の強化から分割を選択。強化を1個だけ分割したらそれをドラッグ&ドロップ。なんか色々うまいことあって、強化の数が減らないまま単回がどんどん生産されます。で、単回が20個になるまで放置。20個溜まったら準備完了。この装置たちはもういらないので消します。X キーを押して一括操作モードにし、範囲選択した後に F キーを押すと、範囲内の装置全部一括で消せるので便利です。いらんもん消したら、八千道路のサブ強約コアに移動します。ここにはすでにチュートリアルで作った結晶外角を作るための生産ラインがあると思いますが、これももういらないので、さっきと同じ手順で削除します。めっちゃわかりにくいんですが、このエリア長方形なので横長になるよう向きを調整した後、サブ強約コアを長押しするとこんな感じで、実はこいつ動かすことができるので、上から9マス、左から4マスの位置に置きます。またサブ強約コアの向きに注意で、搬出口が縦、搬入口が横になるように R キーを押して適宜回転させます。狙いの位置にサブ強約コアを移動させたら、搬出口から出す製品を一旦全部空にします。6つの搬出口全部空にしましょう。空にしたら先ほどと同じ方法で、今度は概要欄の2の図面を貼り付けます。図面上空いてる穴がサブ強約コアと重なるよう位置合わせしてクリックすると仮設置されます。仮設置とは、この図面に使う装置お前揃えきってないけど一応設置しとくわ、後で装置作れよっていう状態です。仮設置状態の区域をクリックすると、こんな感じで何の装置がいくつ足りないかっていうのがわかる画面が出てくると思います。で、ここまでの手順にちゃんと乗っ取っていたら、ここでおそらく全ての素材が揃ってるはずです。必要と言われてる分全部装置を作って仮設置を確定させましょう。設置が完了したら一時的に電力不足になりますが焦らない。搬出口6箇所のうち5箇所に図のように鉱石を指定しましょう。続いて採取機が2箇所あるので、上にアケトン樹木、下に強化を手持ち全部設置します。逆にしちゃうとちゃんと製品が作られないので注意しましょう。最後に様子見します。ちゃんとできてれば電力の超過状態が解除される上、結晶外角、強化カプセル1、小容量矢地バッテリー、工業爆弾、この4つが少しずつ生産されるはずです。もし生産されていなければ搬出口の指定をミスってるはずです。もう一回やり直しましょう。参考までに生産してる4つが何なのか軽く紹介。結晶外角っていうのはさっきまで作ってたやつです。これからも中継タワーの作成とかで湯水のごとく使うことになるので作ってます。強化カプセルと小容量矢地バッテリーは言ってしまえば取引権の交換用です。現時点で仮設居住地のレベル1では強化カプセルの方しか交換できないと思うので、ここでは強化カプセルを使います。小容量矢地バッテリーは後で使うことになります。最後、工業爆弾。これは探索用のアイテムです。とりあえず作ったら手持ちいっぱい50個道具箱に入れておきましょう。探索中、ひび入った岩に爆弾を投げると破壊することができます。で、それと余談ですが、これだけ装置を稼働させると初期電力だと足りなくなるので、発電機を増設し、そこに原石鉱物を流し込むことで発電量を増加させています。ここに代わりに小容量矢地バッテリーを流し込むとさらに発電量が増加するんですが、現時点では原石鉱物を流すだけで足りてるはずです。余談でした。以上、ここまで終わったら一旦修正工業システムを忘れてメインクエを進めましょう。繰り返しですが、地域建設の仮設居住地に溜まる取引権が溢れる前に強化カプセルを使って交換することを忘れずに、支障部品や結晶外角も交換可能なので、支障部品は交換に使っちゃって OK です。中継タワーの生産が十分足りてそうなら結晶外角も交換に回しちゃいましょう。拠点発展値がマックスになったらクエストが発生し、それをクリアすると拠点のレベルが2に上がり、取引権の蓄積スピードも上がるので優先的にやりましょう。拠点のレベルが2になると交換できる製品が増えますが、一旦無視して引き続き今までのアイテムで交換していきましょう。なお、交換して入手した矢地取引権ですが、商品の交換に使うのはまだ我慢しましょう。というのも別の使い道があるからです。その紹介は後ほど。最後にメインクエ進めてる間の注意事項。さっき言った通りメインクエ進行中もバルーン破壊と最高機設置は都度行うんですが、最高機をバンバン設置しているとおそらくどこかで電力超過が起きるはずです。電力超過が起きたらこの発電を担っている部分の搬出口を原石鉱物から小容量矢地バッテリーに変えれば発電量が大きく上がります。ただし今って流し込まれた素材を三つ股にして発電機3機使って発電しているので、単純に原石鉱物からバッテリーに変えちゃうと余計に発電してしまってバッテリーがもったいないです。対策として発電機は個別にオンオフの設定ができるので、消費電力オーバーしちゃったなってなったら一旦2機オフにして1機稼働してる状態にして
から搬出口をバッテリーに変えるといい感じになります。バッテリーを変えた直後はコンベアや発電機上に原石鉱物が溜まっているので、放置して原石鉱物が発電に消費されるのを待つか、手動で手荷物に戻しましょう。で、それでもさらに消費電力が溢れ出したら発電機を追加で1機オンにするといい感じになります。こんな感じで発電量を調整していきましょう。ではメインを進めてください。原石研究パークのここに着いたところで基礎工業3が開放されます。そしたら再び修正工業タイム。まず基礎工業3の開放によって電動最高機2が開放され、製鉄鉱物が取れるようになるので取ります。最初は最高機が3機しか支給されないので、おとなしく3機分だけ設置して製鉄鉱物を取りましょう。続いてこの時点で修正アシスタントという探索任務があるはずなので適当にクリアします。クリアした後、各工業エリアの近くにいるこのロボットに話しかけると、エリア拡張と倉庫連結ハブの増設ができるようになります。エリア拡張の方はその名の通りエリアの拡張です。倉庫連結ハブとは何かというと、資源の搬出口と搬入口を増やせる超重要設備です。これまで協約コアからしか資源の搬出搬入ができなかったんですが、倉庫連結ハブに倉庫搬入口か倉庫搬出口を設けることで、そこからも搬入搬出ができるようになります。エリア拡張や倉庫連結ハブの増設には家賃取引権が必要になりますが、サボってなければここまで進んでいる間に溜まってるはずです。各工業エリアでエリア拡張やハブ増設ができるようになりますが、中枢エリアが一番コスパがいいので、今回は中枢エリアのロボットに話しかけ、エリア拡張&ハブ増設を1段階ずつ行いましょう。拡張&増設を行うとエリアがこんな感じになって、この画面でいう左上の倉庫連結ハブと真ん中の協約コアで生産できるようになるので、それぞれに対して図面を適用します。ちなみに動画ではもう片付けちゃってますが、本来協約コア周りに稼働中の設備があると思います。ここでお役御免なので一旦全部削除しちゃって OK です。削除した後、倉庫搬出口から搬出される資材を一度空にしておくのも忘れずに、エリアを空っぽにしたら、まず倉庫連結ハブ側に概要欄の丸3の図面を貼り付けます。倉庫搬出口が倉庫連結ハブと被るようにすれば貼り付けられるはずです。図面から貼り付けた場合、倉庫連結ハブの搬出口は協約コアの搬出口と違って、こっちでいちいち資材を指定せずとも図面に保存されている資材が勝手に流れ始めるので便利です。貼り付けたら勝手に中容量やちバッテリーを作り始めてくれます。あと一つ目新しい設備があるので補足すると、作った中容量やちバッテリーを協約貯蔵箱という設備の中にぶっ込んでるんですが、ここに入れることでわざわざ搬入口にベルトコンベアビロビロ伸ばさなくても勝手に倉庫へ転送してくれるという優れものです。ご参考まで。続いて協約コアの方に丸4の図面を貼り付けます。で、搬出口にご覧の通り資材を指定し、採取機に強化を指定します。作ってくれるものはご覧の通りです。新参者は2種類で、鉄製部品と強化カプセル2。強化カプセル2は強化カプセル1の上位版です。戦闘で使うことは基本なくて取引権交換用です。一方、鉄製部品は製鉄鉱物を取るための電動最高機2を作るのに必要なので、ちょっと放置してここで鉄製部品を貯めたら最高機を追加生産して、残りの製鉄鉱物の採掘スポットに最高機を置きましょう。なお、ここでも発電機を用意していて、ここでは安全寄りにするために作ったばっかの中容量やちバッテリーを指定してしまっていますが、発電量的に余裕があれば小容量やちバッテリーなり原石鉱物に変えてしまっても OK です。適宜調整してください。これでメイン協約コアの見直しは OK です。なお、スペースがどちゃくそ余ってますが、現時点では資源の搬出口をここしか設置できない都合上、結局大した生産はできないのでスルー。で、さらにもう一つ、ここに行くと修正工業ができる3つ目のエリアが開放されるので、5の図面を貼り付けて図のように指定しましょう。追加で中容量やちバッテリーを2ライン生産できます。なお、採取機2つは現時点では何も入れなくて OK です。ここでも一応発電機作って中容量バッテリーを指定してますが、臨機応変に対応してください。最後に一つ補足。この段階でここで保管ボックスを開放できるはずです。レベル1でもいいんで開放するのをお勧めします。メリットは2つ。1つは石とかバッテリーとかの各資源の保管容量が増えます。要はより放置ができます。もう1つ、こっちが超でかくてパッキングというアルバイトみたいなもんが開放されます。荷物を指定地点へ運ぶだけの簡単なお仕事なのに、報酬の家賃取引権がとんでもなく美味しいので、工業エリアの開放や倉庫連結ハブの開放とかで取引権がカツカツな序盤は積極的に使いましょう。補足もう一つ、工業計画の電力輸送を開放すると中継タワーだけではなく送電スタンド同士もつないで電力輸送できるようになります。輸送できる距離は中継タワーより短いので何に使うねんと思うかもしれませんが、送電スタンドの方が高さが低いので高さ制限があるところも輸送できるようになります。この辺りからそれを認識してないとケーブルつなぐのが難しいところが出てくるので注意しましょう。補足は以上です。では再びメインシナリオを進めてください。
エネルギー高地のここに行くと修正工業ができる4つ目のエリアが開放されます。そしたら最後の修正工業タイム。大した作業はありません。まず開放したばっかのところにさっきも使った5の図面を貼り付けて同じように資源を指定します。採取機はまだ何も指定しなくて OK です。続いてスーパーウルトラ重要植物サンドリーフを5個ぐらい取りに行きます。エネルギー高地のこの辺をはじめエネルギー高地全域に生息するので取りましょう。サンドリーフを取ったらさっき開放した建設計画地の採取機2機ともう1個前に開放した建設基地の採取機2機にさっき何も植物を指定してなかったと思うのでサンドリーフを突っ込みに行きます。採取機1つあたり一気に5個ぐらい入れるのがポイントです。で放置するとサンドリーフが無限に増えるので増えたらまた別の採取機にサンドリーフを5個ぐらい一気に入れます。これを繰り返して4箇所の採取機にサンドリーフを入れ切ります。そしたら中枢エリアに戻って倉庫連結ハブ側の設備を一旦全部クリアして今度は6の図面を適用すると大容量ヤチバッテリーが2ライン生産できます。お疲れ様でした。4号ヤチの修正工業はほぼ終わったようなものです。今足元どういう状況になってるかざっくり振り返ると全ての密集鉱物スポットから鉱石を取れていてバルーン全部ぶっ壊したことで全装置が開放されていてで多分これによって地域建設レベルが7とか8とか9とかその辺になってて取引権を入手するために必要な強化カプセル1にあと小中大容量ヤチバッテリーが生産されてるかと思います。でこの先何をすればいいかっていうと面倒だったら別にこれ以上何もしなくて OK です。多少ゆっくりでも製品は溜まっていって3箇所からヤチ取引権を順次得られるのでその取引権を使ってガチャチケットなり精密加工や必要なアイテムを手に入れましょう。でもう少し生産を効率化していきたいのであればまず生産されているカプセルやバッテリーを使って取引権を交換した後今回は半端にしかやりませんでしたが各拠点のエリア拡張と倉庫連結ハブの増設をやりましょう。拡張や増設さえある程度進めてしまえば世の中に出回っているみちみち最高効率図面を適用できるようになると思うので私がこれまで示した図面は全部ぶっ壊してそっちを適用しましょう。最高効率図面を探したり適用するのが面倒って人は例えば大容量ヤチバッテリーとかの製品単独で検索して出てきた図面を空いてるスペースに適用するだけでも全然 OK です。各々モチベーションに応じてよしなにやりましょう。以上です。この動画が修正工業嫌でエンドフィールド進まないっていう方の助けになれば幸いです。先輩管理人の方補足や訂正あればコメントください。4号ヤッチの次のエリアであるブリオもある程度ブリオのストーリーが極まってきたところで作成します。今後もエンドフィールドのお役立ち動画作りますのでよろしければチャンネル登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。